ローハロー、皆さんこんにちは。ティンカーチャンネルへようこそ。Welcome back to my channel。皆さん Welcome to my channel。いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。はい、本日も始めていきたいと思います。アメリカ人サイキック預言者のジョセフ・テテルさんが、2023年10月4日に配信をしていただいていた動画、出来事をサイキック予言、警告と大きな出来事、ニューヨークが危ない、カリフォルニアが揺れる、クリキントンの詐欺などなどという、話題配信内容になっておりました。これをですね、早速私はもうすでにブログの方で3話に分けてご紹介済みでございます。お話は、ブログの第91話から93話の3作でお伝えしてますので、概要欄から詳しく読みたいよという方はブログで読んでみてください。動画ではギュッとまとめて1話でお伝えしておきますので、飛ばしてしまっている場合もあります。これは、10月4日のお話なので飛ばしてしまっているところもあるんですけれども、決してですねそれが全然必要じゃない内容って言ったらそうではないと思うので、全部を知りたいよっていう方はブログの方で読んでみてください。はい、それでは、お話始めていく前にティンカースチャンネルの番組の趣旨のご説明だけさせていただきたく思います。ティンカースチャンネルの番組の趣旨についてご説明させていただきます。ティンカースチャンネルでは皆さんに考えていただくきっかけとなる情報を提供しております。海外からの情報だったり、日本ではあまり報道されていないことだったり、スピリチュアルなことだったりをお届けして、皆さんがそれについて情報精査を個々でしていただいたり、考えていただくきっかけになればと思っております。ですので、ティンカースチャンネルではこれが正しいんだよというように皆さんに答えというのを提示しているわけではございません。答えは提供しておりませんので、何事もご自身で疑っていただき、いい意味で疑っていただき、情報精査をご自身でしていただく。自分なりに考えて答えというのを模索していただきたいというふうに思っております。この考えるプロセスというものこそ自分軸をしっかり持つことにつながっていくことだと私は信じております。皆さんの考え、直感というのは宝物だというふうに思っております。自分の直感を磨いてお互いに成長していけたらいいなということで始めた番組になっておりますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。まず1個目の話題なんですけれども、お米の国の政府が大きく変わるという予言が出てました。2023年予言トップ10バージョン2でも、過去の予言でもですね何度か出てきているこの予言なんですけども、今回もこの予言のアップデートをしてくれていました。新しい選挙のようなもの、チョセさんがおっしゃるには、アメリカ、そのお米の国が大きく変わろうとしているということなんですけども、良い方向に変わってくれればというふうに願っています。その変化のせいで新しいタイプの選挙のようなものが始まるようです。そういったふうに言ってました。何かね、2024年来年の11月でも選挙出ちゃうんですけども、この1年弱でなんかね、そんな大きな変化することが生まれるんでしょうか。新しい通貨システムが導入されるという要件、これはありそうですよね。その選挙だけではなくて10月に入ると、金融のシステムの情報がちょっと変わるよということなんですけども、そういったニュースが流れるよということなんですけども、その当時10月4日にジョセフさんがおっしゃっていたのが、10月はその新しいシステムが始まる予兆があります。それは世界の通貨関係のシステムです。このシステムは世界通貨のベースになるもので、スターリンクを使って流通する。ペルーにてシャーマンの修行をした時に大きな闇のネットが地球を覆っているのをジョセフさんは見たそうです。それがこれだと思うのですというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。確かに10月11月システム障害とか結構なんかサービスが止まりますみたいなの多かったですよね。銀行とか金融関係、なんかそれもなんかあるのかなと思っちゃうんですけども、ブリックスという通貨がね出てきましたよね。で、10月に起こる予兆、すいません、バイクの音聞こえますよね、すいません。10月に起こる予兆ですけれども、ブリックス通貨がその予兆だというふうに思います。抜粋です。これら新興5カ国は、いずれも国名の頭の頭文字を、ブリックスというふうに書いてあるので、B なんとかかんとかってこう続くじゃないですか。B、R、I、C、K、S みたいな。
でそして通貨の単位の文字がいずれも R で始まっているのも共通点です。チャイニーズ円ってチャイの CHY じゃないのって思う方もいるかも、CNY じゃないのって思うかもしれないんですけども、違うんですよね。RMB なんです。はい。通貨の頭文字の頭が R らしいんですよね。だからR5 っていう風に言われているみたいなんですけども、なんかそれも元から計算してやってたんですかねって思っちゃいますよね。なんでたまたま全部の国が R なのっていう、ちょっとね気になる点でした。でその5カ国の通貨がもともと R で始まるというものは元から計画されていたもののような気がするんですけれども、2025年を目前とするときにそのタイミングで、この10月のニュースの記事でブリックス共通通貨が2025年に発表されるかもしれないというふうに伝えているんですけども、それが完全にねなんかその予兆な気がするんですよね。だからみんなこれ注目していこうっていう話なんですけども、どうなるかちょっとわからないです。であの戦はこのためだった説なんですけども、ブリックス共通通貨はデジタルの導入で考えているというふうになんか言ってますよね、ニュースで。でどの国があの戦で経済制裁を受けて SWIFT から外れされたじゃないですか。 SWIFT コードからで西側に預けていたどの国の資産45兆円というのが凍結されたりしているらしいんですね。でロの味方をする諸外国も制裁を受けたんですけども、それがきっかけでこのブリックスが結託してできてきている。で結果これが世界共通通貨の先駆けとなっているのであれば、じゃあ逆算してあの戦ってなんかそういった意味があったのっていうふうに私はちょっと勘ぐっちゃいました。はい。で静かに味方を増やしていたんじゃないかというのも私のちょっと考えで、日本を含む西側につく世界、いまだに右の国の方が善で野の国は悪という視点で大々的にメディアで言ってますよね。で政府資金援助を、政府は資金援助を惜しまない状態なんですけども、その西側の人たちね。ですがそのギラギラの報道の陰に隠れている事実としては、ロの国は徐々にお友達の輪を広げていましたよね。結果こういったブリックスができてしまっていますし、結託しているね、特にアフリカの方にも力をこう入れているので、ロの国はどんどんお友達が増えて色濃くなってきて分断されてますよね、西とこっちのブリックス側みたいな。でロの国は経済的にも日本ほど打撃を受けていないんですけども、それもなんかあんまりね日本では報道されていないですよね。結構ね普通に楽しい暮らしをロシアの方々は送っています。電気代もね安いし物価も安いし。でも今西側諸国についてしまった方々はもう電気代は高い、物価は上がる、お金の価値は下がるみたいな、そういうことはね、そういった波に飲まれてしまっているんですけれども、週刊エコノミストの記事にはこういうふうに載ってました。国内総生産 GDP で、お米の国を猛追する中の国、人口世界一となるインド、資源大国のどの国など、世界経済への影響力を年々高めるブリックスですが、今後はさらに大きくなりそう。今後のブリックスのサミットではアルゼンチン、サウジ、イラン、アラブ首長国連邦、エジプト、エチオピアなどの6カ国が来年1月に加わることが決定したというふうに言ってました。サウジも加盟という点がちょっとね気になるんですけれども、10月7日の戦の視点で考えると、ここでサウジがブリックスということはE○○L 側ではなく西側ではなく、やはりアラブ側という意識なのかもしれないじゃないかなって思っちゃいます。はい。太陽フレアの懸念があるというふうにジョゼスさんはこう言ってました。世界共通通貨が便利なシステムであるのですが、気をつけなきゃいけないのは、デジタル通貨は利便性を考えると良いアイデアである面もあるでしょう。しかし太陽フレアが降り注いで電子機器が通信不可能になった場合、とんでもないことになりますよねというふうにおっしゃってました。なのでそのシステムはやはり通信が遮断されると何もできなくなるので、破綻してしまうんじゃないかというふうにジョセフさんはおっしゃっています。利便性に騙されてはいけないですよというふうにおっしゃってます。ジョセフさん曰く、デジタル通貨は偽物のお金と言ってもいいでしょう。
少なくとも紙幣は触れることができます。しかしデジタルは触れることはできません。今後お米の国、そして世界に起こる衝撃的なことをしっかり見定める必要がありますというふうにおっしゃってました。なのでデジタルにあるものというのは、フィジカルではないデジタルの架空の中にありますよね。なので記録だけが頼りになってしまう。ですがその記録を見れなかったら何もない、何も持ってないのと一緒じゃないか。どうやって証明するんだいっていうことをジョセフさんはおっしゃってました。2024年の選出大会は開催されないという予言。選出大会というのは、ね、リーダーを決める、なんていうのかな、大会みたいな、私はちょっと隠語で言わせていただくんですけども、お米の国のリーダー決定戦ですね。でこれまでの汚職ですとか選出のずるとかしてましたが、その真実が暴露されるにつれて大きな改革があるよというふうにジョセフさんは前々から予言をしていらっしゃいます。ジョセフさん曰く、お米の国ではだけではありません。他の国でもそうです。ズルをして選ばれるなど問題があることを受け止めた人々はこのシステムを改革するように努めるでしょう。スピリットが言うには、来年の日食、そして先生学的な観点からもリーダー選出大会は開催されないというふうに言っているですね。開催が全くされないってことは、何かの状況が起こってしまうっていうのはね、間違いないですよね。もし開催されないとしたら、延期とかそういうのもあるんじゃないかなって思うんですけど、全く中止っていうのはないと思うんですよね。次決めなきゃいけないんで。ちょっと分かんないです。連合体になるっていう予言もあるので、注視していきましょう。会見が起こるという予言。ジョセフさんがおっしゃるには、2024年4月8日には再び日食が起こる。その時に、すなわちお米の国の上空に X が描かれるらしいんですけれども、ジョセフさん曰く、お米の国の上空に X が描かれる時、何か大きなことが起こりそうです。もしかしたら憲法の改正があるのかもしれません。それは我々の権利を奪うことにつながる可能性があります。なんかお米の国も日本も同じ動きしてますよね。今だってそういうふうに、憲法が変わることによって人権が、変わっちゃうから、何かできないこととか管理されちゃうことが出てくるんじゃないかっていうことは同じような悩みですよね。で、同じ時期になんで起こるのかなって不思議にみんな思わないのかなって思っちゃいます。会見は他国でも起こる、言ってますよね。会見のお話ですが、お米の国以外でも起こるというふうに予言しています。ジョセフさん曰く、会見は内容を書き直す部分がある感じかもしれません。これはね、憲法9条のところとかそういったところを変えられちゃうんじゃないかなってちょっと私はドキドキしてるんですけども、ただね、元からね、この憲法は GH2 が作ったものなので、だからこそアメリカが会見するタイミングで日本もっていうことになるのかなとか、いろいろ考えちゃいます。国旗から星が落ちてくる予言。ジョセフさん曰く、来年4月8日の日食でお米の国の上空に X が描かれる形となりますが、この影響を受けるのがテキサス州なのかもしれません。独立の可能性です。このことからあの州にはたくさんのエリートが引っ越しをしてきているのかもしれません。2つの安全な州、テキサスになぜ多くのエリートたちがお引っ越しをしてくるのかというお話をしてたんですけども、ジョセフさん曰く、お米の国の州で安全なのはアリゾナ州とテキサス州でしょうというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。で、ジョセフさんはイーロン・マスクがテキサスに新都市スターベースを建設予定なんだよっていうことも言ってました。で、お米の国の政府が大きく変わるという予言は今画面に出ているこの3作でお伝えをしてますので、ぜひともチェックしてみてください。先ほども出てきましたが、日食と月食に関して、10月14日の日食と来年4月8日の日食でお米の上空で X が描かれるというような内容なんですけども、ジョセフさん曰く、考えてみてください。ルナとは月のことです。気違いを意味するルナティックは月から由来されている言葉です。満月には気がおかしくなってしまう方が増えるというのはそのことなのです。月の動きで人は感情や精神などが影響されます。このことからも何かが起こることが予想できるわけです。
星の動きに影響を受けるんですよというふうにジョゼフさんはおっしゃっておりました。正当性が問われる時、10月というのは天秤座の影響が出ていたということなんですけども、ジョゼフさん曰く天秤座が意味するように正当性が天秤にかけられるということで、しかし法廷システムも腐敗している昨今、裁判官、弁護士、政治家、企業のリーダーなどの汚職も暴露される時が来ます。これは世界的にですというふうにおっしゃってました。まあね、10月に入りだんだん年末にかけてっていうことだったんですけども、確かにね、今揺れてますよね、永田町献金問題で。そういった観点からしてこの予言は当たってたんじゃないかなって私は思います。ショッキングな逮捕劇、ジョセフさんが過去に予言していたショッキングな逮捕劇が、これにより実現してしまうんじゃないかなっていうふうにおっしゃってました。ジョセフさん曰く、天秤座の影響は良くも悪くもカルマがどんどん出てきて清算させられるということです。ショックな逮捕なので予想もしなかった人の逮捕なのかもしれませんね。悪いことをしている人はその分悪いことを受け取るのですというふうにおっしゃっておりました。ちなみにマスコミも同じようにカルマを受けるよというふうにおっしゃってました。でこのショッキングな逮捕劇の予言というのは去年から続いておりまして、今画面に出ているこちらの回で、5話でご紹介してますので、ご興味のある方はチェックしてみてください。今ね、献金問題で揺れているので、あれもカルマがこうどんどん出てきているということなのでしょうか。それによってね、綺麗になって日本がいい方向に向かってくれればいいなっていうふうに思ってますけども、このリーダーも結局は世界の経済集まり会のウェフが決めているリーダーなので、リーダー失脚の時もウェフがじゃあ失脚してくださいっていう命令を出したから失脚しているという考え方もできます。なので全てに意味があるということ観点からも、この献金問題も今のタイミングでいきなりこう出てきたので、誰かが仕掛けて出てきてしまった問題なのではないかというふうに感じてしまいます。でその先には何かしらの目的があるから、このタイミングで今ね、永田町を揺れに揺らしてるっていう状況になっちゃってるんじゃないかなって私はちょっとね直感で思いましたけども、カルテルの戦とテキサス、ちょっと今言っちゃったんですけど、マルテルですね。でこれが麻薬とかそういうのをねこうごちょごちょしているギャングなんですけども、マフィアと言いますか。ジョセフさん曰く、この動きが少し出てきそうです。テキサスやアリゾナ州はマルテルが大きな影響を持っている州です。なので前回のリーダーお選び大会でアリゾナが彼らにとって理想的な結果となったわけですというふうにおっしゃっておりました。世界に影響力を持つのがマルテルなんですけれども、ジョセフさん曰く、マルテルの影響は F○I や C○A などの連邦機関、そして他国へ広がっています。しかしスピリットがこう言っています。スピリット曰く、メープルの木からシロップが出てくるように甘い真実はアメリカ、お米の国の国民や世界に向けて出てきますよというふうにおっしゃってました。でこのマルテルの戦に関する予言というのは過去に出てきております。今画面に載っているこの2話でお話ししてますのでチェックしてみてください。テキサスが次州の軍を構成する。2023年予言トップ10バージョン2でも言ってましたけども、ジョセフさんはテキサスは軍を作るというふうに予言しています。テキサスの元軍人、そして市民は移民問題など州の問題に我慢ができずに自分たちで軍を作り始めるでしょう。ジョセフさんのスピリットが言っているのは、現状としてはテキサス州全体でそのような動きが出てくるでしょうというふうにおっしゃってました。で前回言っていたお米の国の、先ほど言っていたお米の国の国旗から星が落ちるビジョンなんですけども、お米の国の国旗、これがテキサスで起きるその何かの動きにつながってるんじゃないかということを言ってます。独立しようとする動きかもしれないというふうにジョセフさんはおっしゃってました。マルテルに対応する小さな勢力、テキサスに誕生する民間の小さな軍というのはマルテルと戦うというふうにジョセフさんおっしゃってました。ジョセフさん曰く、この小さな軍のような組織というのは違法に入国する移民を阻止するために活動しますけれども、これをよく思わないマルテルと戦いますという予言ですね。
で、このテキサスの小さな町へアタックがあるという予言なんですけども、ジョセフさん曰く、このアタックは誤った印象を集団に扇動するための出来事のようです。このアタックはテキサス州の住民の怒りを買います。なので住民の方は騙されないでくださいというふうにおっしゃってました。人類が立ち上がる時が来る。ジョセフさん曰く、皮肉ったりする人が増えたり感情的になる人が増えます。我慢の限界を迎える人が増えるわけですが、ただ怒るのと立ち上がり正義のために何かをすることは違いますね。ですが今回は自分のために立ち上がり抗議活動をする人々が増えることでしょうという予言をしていらっしゃいました。この抗議活動が増えるということの代償があるということなんですけれども、ジョセフさん曰く、以前お話ししていたと思いますけれども、抗議活動やストライキなどを行うと交通機関、運搬、そういったものの物流が停滞する可能性があるので、それが代償になるのではないかというふうにおっしゃってました。そして今後そういった影響、その抗議活動の流れの中で辞職辞任が増えてくるよという予言もしていらっしゃいます。抗議活動の意味を込めた場合も含めて、食料品の物流などに関わる機関の、職員がボイコットしたり辞職をしたりすることが増えるでしょう。そうなると食料不足に拍車がかかるというふうにジョセフさんは予言しておりまして、特にファストフードで、チェーンのお店などはそういった動きに巻き込まれてしまうというふうにおっしゃってました。注意しなければいけない現象なんですけれども、ジョセフさんがおっしゃるには、皆さんにお伝えしたいことは世の中の動きの減少です。現在農地が焼かれたり、投資家のビル G がお米の国の広大な農地を買い占めたり、ウイルスのために殺処分をしたりする、家畜業者の方が増えているというニュースが絶えませんね。お天気、食をコントロールすることっていうのは大衆をコントロールすることにつながりますというふうにおっしゃっておりました。備えることの重要性、必要性なんですけども、ジョセフさん曰く、私の予言の観点からも備蓄をするように呼びかけています。金や銀を買うことはさておき、まずは生き残るための食料や物資を備えていく必要があります。私は1年分はまだ用意できてませんが、数ヶ月分は用意できていますというふうにおっしゃってます。すごいですね。取り乱す人々が出てくるということなんですけども、ジョセフさんのスピリットが言うには、賢く行動ができない人がいます。学校に関して気をつけてください。特にテキサスやカリフォルニア州は気をつけてくださいというふうにおっしゃってました。ジョセフさん曰く、私の予感では2種類の事件が起こりそうです。バンバンというふうに撃ってしまう事件になってしまいそうですが、学校などで起きてほしくない事件ですねというふうにおっしゃってました。ちょっとカリフォルニアじゃなかったですけども、上のベガスでね、先日バンバンという事件があって、一人日本人犠牲になってしまいましたね。で、そのベガスに関しての予言が出てました。ドッカンが起きる予言があるというふうに言ってたんですけども、何かが起こるとするならば大事件でしょうというふうにおっしゃってます。以前ラスベガスの予言をした時に大きなハッキング事件がありましたが、今回はもっと大きなことが起こる気がします。大きなドッカンが起きるという別の予言がありますけれども、もしかしたらそれと関係があるのかもしれません。そして洪水がもしかしたら今年最悪の洪水が起きるかもしれないというふうに言っていらっしゃったんですね。で、ベガスに関する予言は過去にもありましたので、今画面に載っているこの3作品で3話でお伝えしてますので、チェックをしてみてください。洪水に関する予言。今年2023年は世界中で洪水が多くなるというふうに予言していたジョセフさんなんですけれども、ジョセフさん曰く、洪水はまだまだ起きます。過去から予言しているように、プエルトリコやニューヨークなど世界中で起こります。ニューヨークの街のストリートが洪水に遭うと予言していたものが起きてしまいましたが、まだまだ続きますというふうにこの時に言っていらっしゃいました。で、10月は水と火がハイライトされるという月らしいので、ジョセフさんおっしゃるには、10月は水と火が象徴になる月。そこで興味深いのが、ディズニーが発表した映画エレメントという映画があったらしいんですけども、これはまさに水と火がテーマらしいんですよね。で、ちなみに今私なんでこのタイミングで10月のね予言のこと言ってるかというと、10月というのは翌年の年の予言を、年の風潮といいますか、その年を通して1年を通して起こる事柄を象徴する月らしいんですね。なので10月が水と
火がテーマであれば、2024年は水と火がテーマの年になるということらしいんです。ニューヨークシティに関する要件。諸説さん曰く、ニュージャーシー州とニューヨークシティにお住まいの方々に警鐘慣れしたいと思います。地下鉄へも流れ込み、州が機能停止になるような大きな洪水も起きそう。軍がニューヨークを警備していて、検閲を行っているのが見えます。誰かを探しているようですけれども、それが災害が起きた後の対応なのかもしれませんというふうにおっしゃっておりました。ニューヨークに戒厳令という予言なんですけども、諸説さん曰く、軍がニューヨークに出動しているという状況が見えたので、もしかしたらニューヨークに戒厳令が発令されたのかもしれません。ニュージャージーかもしれませんが、注視していきましょうというふうにおっしゃっておりました。そして再びファイヤーのビジョンを見たということなんですけども、これがニューヨークみたいだったというふうにおっしゃってました。ジョセフさん曰く、私は都会のストリートの真ん中に立っていました。街の端から中心を見ているようで、突然揺れを感じたと思ったら、目線の先に大きなドッカーンが起こっているのが見えました。そこから全てが揺れていた。もしニューヨークであるのであれば、タイムズスクエア周辺で起こるのかもしれませんというふうにおっしゃってました。迫る海岸線への水害。ジョセさんのスピリットはこのように言っていたそうです。いくつかの海岸線は現れるでしょう。多くのものが運命へとさらわれます。多くの人が犠牲になりますというふうに予言しています。ジョセさん曰く、これを聞いた時に浮かぶのが津波なのではないでしょうか。以前予言をしていた海の中で起こる地震と関係があるのかもしれませんというふうにおっしゃっておりました。ただこの10月25日にメキシコを直撃したハリケーンで、かなりね、海岸線が散々なことになってしまったというニュースがありましたので、こちらですね。で、過去の予言の中で、海の中で起こる地震の予言というのは今画面に映っているこちらの回でご紹介しております。フィリピンに関する予言。ジョセさん曰く、水に関することのようでフィリピンに大きな洪水が来るのかもしれません。海底地震の波紋はもしかしたらフィリピンにも影響するのかもしれませんということで、洪水と地震の予言していらっしゃったんですけども、先日大地震起きましたよね、フィリピンで。でもこれがちょっと見えてたのかって言ったらちょっとわからないですけれども、とりあえずフィリピンがこの時に脳裏にパッとこう浮かんで、即興で予言をしていただいた形だったそうです。ブラジルに関する予言。ジョセさん曰く、洪水が起こりそうですが、ブラジルの場合は洪水だけではなく地震も起こりそうです。そしてもう一つ何かが起こりそうなんですけれども、それはブラジルの政治の形態を変えてしまうような出来事が起こるということですというふうにおっしゃってました。ちなみにブラジルの予言というのも今画面に出ているこちらの回で予言してましたので、確認をしてみてください。そしてファイヤーの輪という炎の輪のことなんですけれども、ジョセフさん曰く、今年に起こる日食、今月に起こる日食、あるいはそれはある意味ファイヤーの、輪を作るというシンボル的な現象です。しかし以前私が予言していたファイヤーの輪ですけれども、太平洋の島の州に起きたことを考えると、その現象は地上に起こるものなのかもしれません。太平洋沿岸の火山が噴火する可能性もありますというふうにおっしゃってました。で、この今言ってた日食というのが10月14日に発生してアメリカ圏で見れた日食ですね。日本ではちょっと観察できなかったんですけれども、はい、そして記録的な数の噴火を予言してました。ジョセフさん曰く、この日食が引き起こすファイヤーの輪というのは太平洋沿岸線の火山の噴火を誘発する可能性があります。短期間で記録的数の火山が噴火し始めます。多くの場所は心配のない程度ですけれども、グリーンランド、インドネシア、カリフォルニアは危険でしょうというふうにおっしゃってました。ジョセフさんへのスピリット曰く、ロサンゼルスからサンフランシスコなどカリフォルニアには多くの犠牲者を出す大地震、そして噴火が起こるでしょうというふうにおっしゃっておりました。お米の国に関してはファイヤーや噴火は象徴的な意味があるらしいんですね。ジョセフさん曰く、お米の国も大きな災害が起きるビジョンが見えましたが、これはお米の国に起こる、震撼する出来事を表しているのかもしれません。政府の改革が起こる象徴なのかもしれませんし、しかし、実際に噴火や揺れも起こるでしょう。ビジョンでは火事が起きていて、車が橋のような道路に潰されていました。
そういったビジョンが見えたということなんですね。地震の予言続きますけれども、チョセさん曰く10月にはトルコやモロッコのような大地震が起こることを予言しています。短期間で複数の地震が起こります。インド、日本、メキシコ、太平洋の下の島々が揺れています。そしてエクアドルにも地震が起きますということをおっしゃっていたんですが、まだ日本は大丈夫ですね。インド、日本大丈夫そうで、メキシコはこの間あったのかな。ちょっとね、時期をやっぱ当てるのはチョセさん難しいみたいですよね。チョセさんのスピリットは10月から11月にかけて津波の影響、津波の警報が鳴り響きますが、誤報が多いです。しかし全てが誤報ではありませんという予言もしていらっしゃいました。で、オセアニアでも揺れるということなんですけども、オーストラリアとニュージーランドの一帯が揺れる感覚がしますというふうに言ってました。これは全体的にジョセさんの予言というのはいつ起こるというのはわからないみたいなので、そういったエネルギーの流れとかそういうのでもしかしたらちょっとね目処を立てて時期をおっしゃっているみたいなので、やっぱねいつ起こるよっていうのは難しいみたいです。で、ニューヨークに関する予言続くんですけれども、ニューヨークのトンネルでの洪水というビジョンを見たそうです。ジョセフさん曰く、以前見たリンカーントンネルのビジョン、トンネルに水が入ってきて崩れるというような光景を見ました。もう一つのトンネルの名前を忘れてしまいましたが、昨日またこの予言が見えました。シルバスター・スターローンのデイライトという映画が脳裏に浮かびましたということで、このデイライトという映画をご紹介していたんですけども、またボートのアクシデントもニューヨークで起こるというふうに言っていて、ジョセさん曰く暗い時間帯なのか暗かったです。そしてボートはパーティーをするようなボートで、もしくは観光用、探索ヘリや捜索ヘリやボートからスポットライトを照らしているのが見えました。何かもしくは誰かを探しているようですというふうにおっしゃってまして、これがハドソン川マンハッタン近くというふうにおっしゃってました。カナダに関する予言もあります。ジョセフさん曰く、独裁者のようなカナダのリーダーは何なのでしょう。C-11 という法案が、出たんですけれども、カナダで彼は世界の経済の集まり会がコントロールするパペットです。とにもかくにも彼は来年にはお役御免となるでしょう。来年彼は数比学でいう9の波動の年を迎えます。なので終わりの波動っていうことらしいんですよね。9は終わりを、物事の終わりを示す番号らしいです。ちょっと小さな話題なんですけども、ビジョンが蘇るという予言なんですけれども、ジョセフさん曰く将来的には盲目がビジョンを取り戻すことができるという予言、そして実際にそれが実現したということを聞きましたということで、視力を取り戻した少年がニュース報道で報道されてました。小さな予言じゃなかったですね。大きな予言ですね。これね、大発見です。で、他の病気でもブレイクスルーがあるという予言なんですけれども、ジョセフさんのスピリットが数種類のがんの治療方法や新薬が出てきます。新しい新薬会社からです。この技術は特定の、がん細胞というのを死滅させる技術らしいんですけれども、特に、一般にも使用される治療方法になるらしいです。甲状腺のがん治療にも革命が起こるよというふうに予言をしていらっしゃいました。国境から火花が散る。ジョセフさん曰く、過去の予言を思うととても気になるんですけれども、この、動き、何かのメッセージに違いありません。メキシコはカマルテル、組織そのものです。彼らが国をコントロールし、そしてお米の国の一部をコントロールしていますということで、メキシコで、行進をするロの国の軍というニュースがあったらしいんですけども、このロの国の動きとメキシコが、そしてカマルテルが関係しているよということをおっしゃっていました。国境での戦の予言。ジョセフさん曰く、今回の件はカマルテルがメッセージとして行ったものだと思うんですけれども、邪魔するなというふうに言っているのかもしれません。ロの国、中の国から自国の政策や軍への兵役を逃れるため、お米の国に移動する、移民する人が増えているそうです。大きな変化は刻々と近づいていますというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。今回の予言は以上になります。いかがだったでしょうか。ちょっと長めになってしまったんですけども、すいません。動画いかがだったでしょうか。いいなって思っていただけましたら、グッドボタンで高評価の方よろしくお願いいたします。そして、続き聞きたいよっていう方は
チャンネル登録でぜひフォローをお願いします。皆さんのグッドボタンですとかチャンネル登録によって私の動画がより一人でも多くの人に広まるというシステムらしいので、皆さん応援のほどよろしくお願いします。はい、それでは Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. Tinker チャンネルでした。次回またお会いしましょう。See you next time. Bye bye. Much love.